今日の解説でどんなもんができるのかということをちょっとモーションを走らせて見ていただこうと思います。こんな感じでですね、おお。手を振りながらトラッキングしながらポヨンと変身できる SD キャラに変身した後、元の闘士に戻ることもできます。ガイドが引けたら SD 闘士になった際の当たりを用意しておくのがおすすめです。今回のモデルではモデルの頭と死体の頭の高さが一等身の高さで一致しておくようにしています。これは後ほど行う各パーツのサイズ倍率を変える際に管理しやすいからです。また大体の関節位置も SD 死体に変えておくと腕や足を変形させる際に分かりやすい目安となるのでおすすめです。それではまず全体の大きさを2等身程度に縮小させるための回転デフォーマーを追加していきます。配布モデルでは全体の縮小01という名前でコアパーツに配置されています。このデフォーマーはモデル全体の倍率を縮小させるためのものです。体全体を制御する最も親になっている状態の前後や足の親、右足の重心1の親になるよう回転デフォーマーを作成します。大体のパーツのサイズ感が決まったら SD 死体に合わせて各パーツを変形させていきましょう。まずは顔の輪郭から SD 死体の形状に合わせていきます。SD 死体を半透明の状態で表示します。次に分かりやすいように顔の輪郭より描画順が高い他の顔のパーツを非表示にします。角度 XY の動きが紐づいている顔の曲面を選択し SD 形状に変形させていきます。デフォーマーを使用して大体の大きさや位置を死体に合わせていくのですが、このまま普通にデフォルメ変形のパラメータに紐付けて変形させるとパラメータの掛け合わせで問題が起きます。今から行う変形を通常パラメータに紐付けて行うと角度 XY の掛け合わせで元の等身の形状へ戻ってしまいます。これを避けるためにブレンドシェイプパラメータと重みの制限設定を活用します。まずはデフォルメ変形に重みの制限設定を紐付けるためのブレンドシェイプパラメータを作成します。ブレンドシェイプパラメータができたら顔の曲面を選択しブレンドシェイプの方にキーを打ちます。そしてパラメータメニューからブレンドシェイプの重みの制限設定をクリックします。パラメータのリストからデフォルメ変形を選択し重みの制限グラフのプリセットの直線2を選択します。これでデフォルメ変形が 1.0 になった時でも付けた変形がなくならないようになりました。試しにさっきと同じように変形させてみて角度 XY を動かしてみると変形が追加されている状態で動いています。だいたいざっくりと SD の形状を変形させることはできましたが、体と頭でサイズが大きく違うので線幅や塗りの密度が違ったり大きく変形させている顔の輪郭や腕と足がガタついているので違和感を感じる状態です。このような問題を差分パーツを用意して違和感のない見た目に切り替えられるように準備していきます。絵柄によって対応を少し変更しなければならない部分ではありますが、今回行った調整を解説していきます。今回はクリップスタジオの機能を活用して調整を行ったので紹介していきます。SD 用の素材は SD キャラを描いているわけではなく、等身が高い状態のパーツに調整を加えたものになっています。このようにすることで前の工程で作成したモデルの構造をほぼそのまま活かすことができます。いよいよ最後の工程です。元のパーツから前の工程で用意した SD パーツへ自然に切り替わるようにモデリングしていきます。まずは顔のパーツから切り替わるように調整していきます。形状を変更していないパーツは基本的にデフォルメ変形にキーを打ち SD パーツの不透明度を変更するだけで問題ありません。例えば髪飾りの場合、すべてのアートメッシュを選択してデフォルメ変形にキーを打ちます。その後、等身が高い元の状態で不透明度を 0% に変更します。これで調整は完了です。今回のモデルでは基本的に元の素材が常に表示されている状態でじわっと SD のアートメッシュが上に表示されるような形になっています。このようにすることで補完の形状で透けることを防止することができます。眉や口は表情系のパラメーターがすでにアートメッシュに紐づいているので後頭部と同じようにデフォーマーで表示状態を切り替えます。デフォーマー作成などの準備ができたら元の素材の方がデフォルメ変形 1.0 で不透明度が 0% になるように変更し SD 差分の方は 0.0 で 0% になるように設定します。切り替えることはできましたが、切り替える際にパーツ全体が薄く透けてしまっていたり不
二重やまつげの位置が離れすぎてダブって見えたりしてしまっているので調整していきます。透けてしまっている現象はデフォルメ変形の中間にキーを打つことによって解決できます。